どうも、サタマストです。今日はですね、こんな感じでちょっとラフに撮影してるんですけど、タイトルにもある通り、台湾で働き始めた理由っていうのを今日お話ししていけたらと思います。で、なんで今回こういうお話ししようかなと思ったのかというと、僕がですね、2020年1月末に台湾に来て、ちょうどコロナと被った時期だったんですね。で、それであと多分数日遅れてたらおそらく日本に出国できなくなってたと思うんですけど、なんかそういうタイミングで台湾に来たこともあって、ちらほらなんでこのタイミングで台湾で働くことにしたのかっていうのをよく聞かれることが多かったんですね。で、なんかそういう台北生活のお話も今後していけたらなということで、今回お話しさせていただきます。はい。で、もともと僕の経歴っていうのが、すごくざっくり話すと、大学卒業後、東京で3年半働いて、その後約2年間ですね、東南アジア一周したり、ネパール、インド、スリランカに長期間滞在してみたり、あとは、日本各地で、長期間暮らしながら、旅っていうんですかね、してみたりっていう生活を経て、今、台湾にいるっていうような状況です。で、台湾で働き始めた経緯なんですけど、なんかもともとあれですね、働きたいと思ってた会社がたまたま台湾にあったっていうだけで、よく台湾が好きで来たんですかって聞かれるんですけど、実はちょっと順序が逆で、働きたい会社が台湾にあったっていうことで、今台湾に住んでるような状況です。はい。で、もう少しちょっと話を遡って、なんでそもそも海外で働きたい、台湾で働きたいっていうマインドになったのかっていうと、結構幼少の頃の、なんていうんですかね、経験というのがいくつかきっかけがあるんですけど、ですね、高校生の頃に結構明確に漠然とですけど、海外で働きたい、グローバルに活躍したいっていう思いを芽生えたんですよね。で、そこから実際初めて海外に行ったのが大学生の2回生の頃ですね。初めて2週間ほどバックパッカーでタイに行ったんですね。で、大学3回生の時に、中国の北京に留学させてもらって、で、その2つの経験がきっかけで、なんていうんですかね、将来絶対海外に身を置かないといけないなっていうふうに、感じました。大学卒業後は本当は新卒で海外に行けたらベストだったんですけど、なかなかそういうわけにもいかず、まずはちゃんと日本でビジネススキルを身につけようっていうところで、東京のウェブマーケティング会社に就職しました。はい。で、そこから約3年半働いて、改めて自分が進みたいキャリアの方向性ってやっぱり海外だなっていうところで、ですね、退職をしました。で、それから退職してからは、東南アジア一周したり、あとネパール、インド、スリランカに長期間滞在したり、あとは日本各地旅しながら、これからのキャリアどうしようか考えていました。旅を通して海外に行けたら、なんか自分の中で満足するのか、もしくはちゃんと海外に身を置いて仕事をしたいのか、なんか自分の中で結構曖昧だったんですね。で、それをはっきり確認するためにというか、そういう意味で海外でいろんな人とお会いして話したりだとかしてたんですけど、なんかそうやっていろいろ話すうちに、やっぱり自分はもっと海外に身を置いて、なんか一緒にその国の人たちと何か作っていきたいっていう思いがすごく強かったっていうのをなんか自分の中で知れたんですね。はい。なので改めてやっぱり海外で働こうっていうマインドに切り替わったという感じですね。はい。で、これまでいろいろと旅してきた中で、どの国で働いてもいいなっていう感じだったんですね。なので、いろいろと会社を探す中で、たまたま働いてみたいと思った会社が台湾にあったという感じですね。でも台湾自体は僕はすごく好きで、何かと縁を感じているところなんですね。っていうのも、大学卒業後僕台湾一周してるんですよ。で、その時にお会いした方たちから台湾のことだったり、台湾のカルチャーだったりっていうのをいろいろ教えてもらって、ますます台湾の人だったり場所っていうのが好きになったんですね。で、そこからもたびたび計何回ぐらいかな、結構台湾には来てるんですけど、2018年と2019年2回自分がカメラマンとして台湾で再び仕事で来させてもらうことがあったんですね。で、その時になんか漠然と台湾で生活してるイメージができたというか、で、その時になんか台湾で働いてみてもいいなと思ったんですね。なのでなんか潜在的になんか
そういう意識があって、なんか台湾に引き寄せられたのかなっていう感覚もありますね。はい。で、実際こう台湾に住んでみて、もうすでに半年以上は経つんですけど、やっぱりこう旅してみる台湾と実際住んでみる台湾とでは、もうなんか全然こう見え方感覚が違うなっていうのはすごく思いますね。で、またなんかそれが自分の中で新鮮だったりするので、またちょっと別動画の方でこう台湾の好きなところだったりとか、ちょっと慣れない部分だったりっていうのをお話できたらなと思います。はい。では最後にこれからの話を少しだけしたいと思います。やっぱりこう海外で働きたいってずっと思ってたので、今やっとこうスタート地点に立ったっていう感覚なんですね。なので、ちゃんとこう中国語をマスターして、よりこうグローバルに活躍できる人になっていけたらなと思っています。でやっぱり学生の頃からいろんな国の人たちとこう何かを一緒に作っていけたらっていう気持ちがあるので、自分がこう頑張れる領域と掛け合わせて実現していけたらいいなと思っています。でそういったことを実現するためにもこうどんどん成長してスキルを身につけていきたいし、どんどん稼いでいけたらなと思ってます。やっぱりこう自分が何かしたいと思った時にすぐにこう行動に起こせるようになんか常にこう選択肢を広げていきたいなと思っています。でこの YouTube チャンネル自体も本格的に始めたのが、台湾に来てからなので、これからも台北生活を Vlog 形式でこうお届けしたりだとか、あと自分の好きなカメラとかガジェットを紹介したりだとか、こう自分の好きなことをこう表現できる場所にしていけたらなと思っています。はい。なのでこれからももし見てくださった方がいらっしゃいましたら、ぜひお楽しみいただければ幸いです。はい。今日は結構ラフに喋ってみたんですけど、こんな感じで海外生活、海外キャリアみたいなお話も、今後していけたらと思うので、また見ていただけたら嬉しいです。ということで本日の動画はここまでになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではまた。